こんにちは。今回は三角ショールの編み方を紹介します。このショールは小さめに作りましたが、大きさはご自由にお好きな大きさまで編み進めていくことができます。最初はこちら側から編み始めます。ここから編み始めて、あとは好きな大きさまで編んでみてください。編み図で編み方を説明します。編み図で説明します。最初は鎖編み4目の輪の作り目から編み始めます。ここが一番最初に編み始めるところです。ここから編み始めます。鎖編み4目の輪の作り目から、最初は鎖編みを4目編んで、次は長編みを輪の中に編み入れます。長編みを3回輪の中に編んで、次に鎖編み2目を編み、次は長編みを3回輪の中に編みます。次に鎖編み1目を編んで、次は長編みを1目だけ輪の中に編み入れます。これが1段目になります。次の2段目は鎖編み4目を編んで、1段目の最初の鎖編み1目を編んだところに長編み3目を編み、次は鎖編み2目を編んだところに長編み3目、鎖編み2目、長編み3目を編みます。この編み方はずっとこの角の編み方です。そして鎖編み2目のところに長編み3目、鎖編み2目、長編み3目を編み終えたら、次は最初の鎖編み4目のところに長編み3目を編み、鎖編み1目を編んで、長編みを鎖編み4目のところに編んで、2段目を終わります。この編み方の繰り返しです。編み始めるときは鎖編み4目を編んで、間に長編み3目を入れていきます。そしてこの角のところは長編み3目に鎖編み2目、長編み3目を編んで、間に長編み3目を編み入れて、最後は鎖編み1目を編んで長編みを編みます。次の編み始めも鎖編み4目から編み始めて同じように編んでいきます。最初は鎖編み4目の輪の作り目から編み始めます。今回は波太ゲートを使います。かぎ針は少し大きめなサイズで 7.5 号のかぎ針、4.5 ミリのかぎ針を使います。ふんわりとした編み地にしたいため、大きめなかぎ針を使って編みます。鎖編みをここから4目編みます。1、2、3、4。4目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをして、鎖編み4目の輪の作り目を作ります。1段目の最初は鎖編みを4目編んで、次は輪の中に長編みを3目編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて長編みを編みます。同じところにあと2回長編みを編んで、次は鎖編み2目を編みます。次は輪の中にここと同じように長編みを3回編みます。1、2、3。長編み3目を編みました。そして次は鎖編み1目を編んでから輪の中にもう1回長編みを編みます。これが基本の編み方です。編み始めは鎖編みを4目編み、
次は長編み3目を編み、次に鎖編み2目を編んで、ここがずっと角になります。次は輪の中に長編み3目を編み、長編み3目を編んで、間に鎖編み1目を入れて、長編みを1目入れます。この編み方も、この縁はずっと同じ編み方をします。次は2段目です。編み始めはいつも同じです。鎖編みを4目編んで、編み地を裏返します。次は前段で鎖編み1目を編んだところに、長編みを3回編みます。次は鎖編み2目を編んだところに、長編みを3回編みます。ここは角になりますので、間に鎖編み2目を入れて、同じところに長編みを3回編みます。この角の編み方はずっと毎段同じように編みます。次は長編み3目のその次の最初に鎖編み4目を編んだこの鎖編み4目のところに長編みを3回編みます。長編みを3回編みました。次は鎖編み1目を編んでから同じところに長編みを1回編みます。この最後のところもいつも同じ編み方です。次は最初の編み方で鎖編み4目を編んでから編み地を裏返します。次も同じように最初の鎖編み1目のところに長編みを3回編みます。次は隣の長編み3目と長編み3目の間に長編みを3回編みます。次はこの角の鎖編み2目のところに長編み3目、鎖編み2目、長編み3目を編みます。鎖編み2目のところに長編みを3回編み、間に鎖編み2目を入れて、同じところに長編みを3回編みます。次は長編みと長編みの間です。長編み3目と長編み3目の間に長編みを3回編みます。そして次は最初に鎖編み4目を編んだところです。ここに長編みを3回編み、鎖編み1目を入れてから同じところに長編みを1回編みます。これで三角形ができてきました。同じ編み方を繰り返します。次の段も同じように編みます。鎖編み4目を編んで、編み地を裏返し、鎖編み1目のところに長編みを3回編みます。次の長編み3目と長編み3目の間に長編みを3回編みます。次のこの間にも長編みを3回です。
次は角の鎖編み2目のところですから、同じように長編みを3回編み、鎖編み2目を入れて、同じところに長編みを3回編みます。次は長編み3目の間のところに長編みを3回編みます。次も間に長編みを3回編みます。次は最初に鎖編み4目を編んだところです。前段の最初に鎖編み4目を編んだところに長編みを3回です。そして鎖編み1目を編んでから同じところにもう1回長編みを編みます。これが三角ショールの編み方です。今は小さいですが、このまま編み進めると大きなショールになります。1段、2段、3段、4段で、ここまでができました。最初の鎖編み4目編むのは同じです。最初の編み出しはいつも鎖編み4目を編んでから次の編み方に移ります。そして最後は鎖編み1目を編んだら長編みです。最初と最後は同じ編み方です。あとはこの間に長編み3目を編み入れてどんどん大きくします。大きくなるとこのような大きさになります。今はこの部分を編みました。大きさはご自分のお好きな大きさにしてください。簡単に長編みでできる三角ショールの編み方を紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。